テルワークです。今回は、繊維筋痛症についての、パート2ということで、私がこの病気について感じていることを、お伝えしたいと思います。まずとある論文を、見つけまして、その論文の紹介から始めたいと思います。この論文ですけれども、東京慈恵会医科大学っていうところから、発表されまして、痛みのないところにも、知覚過敏が、発生してっていうのが、こういう形で起きるんですよっていうのが、発表され証明されているっていう内容になっています。噛み砕いて言うと、痛みのシグナルがループして、痛みを増幅している。で、知覚過敏が、末梢とかで発生して、そこにですね炎症とか打撲とか、そういうものがなくても、痛みを感じるっていうことがシナプスがつながることによって、起きてしまいますよっていうことを、述べた論文です。でこの論文の画期的なところが、2つありまして、1つはですね、繊維筋痛症っていうのは捉えどころのない病気っていうふうにされていたんですけれども、脳の中で、神経細胞が、本来つながらないつながっていけないところにつながってしまって、ループになることで病気になりましたっていうことで、脳の病気っていうふうに、言えるというふうに解釈できると思います。脳の中で起きている、病気ですね。で、もう一つ、重要なことはですね、そこに関わっているのが、扁桃体中心核っていう、この特定の、脳の部位が、おそらくは繊維筋痛症に、すごく関わっているだろうというところまで、この論文から読み取れるんではないかと思っています。それで、私もこの繊維筋痛症という病気に、興味を持っていたんですけども、責任部位を扁桃体に絞って、これから今何ができるかっていうのを、考えてみたいと思います。まず扁桃体についてのお勉強になりますけれども、扁桃体っていうのは、情動の中枢と呼ばれて、感情の動きに関わっているところです。で、ストレスによって闘争反応を起こす、その攻撃的な、対応も、扁桃体によって、起きるっていうところですね。で、その感覚情報の有害判定、その抑制を受けると、この人は許してあげなきゃいけないよとか、その我慢をしたりとかっていうその感情の抑制も扁桃体が行っている。そして、痛みの情報も扁桃体に集まっている。それから、前頭前野、前頭葉、我々が意識と思っている場所にとですね、相互抑制を行っていて、時間経過によって優位な脳領域が後退する、後退で、理性を保っているっていうことになるかと思います。扁桃体で起きる、深い恐怖、緊張といった反応が、アドレナリンなどの脳内物質を放出させて、最終的に肩こりや筋肉痛になる。繊維筋痛症を患っている方々の体って、発作が起きてない普通の状態でも、かなりそのガチガチで、こわばってる感じが、すごくありまして、扁桃体が、常に緊張しているのかなっていうのは、体からも、見て取れると思いますね。それから、繊維筋痛症について、私の知っていることをお話ししたいと思います。この病気の、激痛はもう本当にすごいもので、
痛みに耐えてる時に、痛みのためにですね、自分の爪を自分の腕であの爪を立ててしまって、その爪を立てた跡が、体のあちこちに残っているとかっていう、クライアントさんにお会いしたことがありまして、その痛みの強さっていうのを物語っている大変な病気だというふうに認識しております。それから何人かの方にですね、SNS とかで声をかけさせていただいて面談したりしたことがあるんですけども、多くの方々がですね、親との関係に、問題を抱えていらっしゃる、その虐待っていう、すごい端的な問題の、親を、問題の方もいらっしゃればですね、その経済的な虐待、例えば進学させないよとか、あるいはその精神的に揺さぶるというのか、なんかちょっとこの親御さんあんまり精神的に成熟してないなみたいな風に思うような親がいらっしゃって、その親との関係で悩んでいらっしゃる方がとても多いです。で、一方でですね、自己抑制がとても強いっていう印象を皆さんから受けまして、そういう親との問題が深刻にあるんですよっていうのはあんまり自分からは言わない感じで、私自分で何とかしますみたいな、そういう印象を、受けます。それから自立心ですね。依存的ではない意味での逆での自立心、私は私の人生を、しっかり自分で生きていきたいですっていうような、強い方が、多いっていうふうに、感じました。それで、どうすれば痛みを緩和できるかっていうところで、今、できることを、私なりの考えをお伝えしていきたいと思います。それでその痛みの犯人が、扁桃体の興奮ということなので、これを、図式化してみると、こういう形になるのかなと。特定の人物、多くの場合その親がいらっしゃって、その愛着が強いっていう、その親に愛されたいとかですね、その愛着の方の気持ちと、親が、自分にどんな攻撃をしてくるか、分からなくて、ビクビクしているとか怖がっている自分、その両方がいて、でその扁桃体っていうのはこの両方を担当しているわけですから、一体どうしたらいいんだろうっていうところで興奮してしまう部位であることは間違いないですね。でこれに加えてその自己抑制、親に対して歯向かっちゃいけないとか、子供は従わなければいけないとか感謝しなければいけないとか、頭で考えた親との関係を、そこに当てはめようとするので、扁桃体の方はもう逃げ出したかったりもう怒りに震えてたりしてても、自己抑制がかかってしまう。それに加えてその社会や周囲の圧力、親子関係のその機微みたいなところは全然見えてないんだけど、社会通念上親は大事にしなきゃいけないとか歯向かっちゃいけないとかっていうことで、圧力をかけてくる周囲の人たちっていうのがいると思っていまして、それこれいろんな状況重なると、扁桃体がその興奮状態に陥って、つながるべきでない神経細胞につながって、痛みのループを引き起こしてっていうことは、シナリオとして十分あり得るのかなというふうに思います。それからその扁桃体の過度の興奮ということなんですけど、これは私が思うに繊維筋痛症だけを引き起こすんではなく、
こういう状態に陥ればそのパニック障害にもなりうるし、解離性障害という形にもなりうるし、線維筋痛症にもなるのかなと。で、この扁桃体が興奮状態に陥って、パニックですよっていうところで、たまたまその神経細胞がループするようにつながってしまったっていう人たちが線維筋痛症を患うっていう、そういう流れなのかなというふうに思っています。それで、扁桃体の興奮を抑えるにはどうしたらいいのかっていうのを、考えていきたいと思います。一つはですね、まず自分でできることは自分の自己抑制をやめることで、その親だからこうしなければいけないとか、その子供としてこういう態度に、社会通念上その従わなければいけないとかっていうその頭で考える部分を、もうやめましょうと。で、扁桃体の中で、愛着と、闘争と、バランスを取ろうとしているので、その扁桃体の出す答えに任せて前頭葉は、引っ込んでおきましょうっていうのが一つの提案ですね。でもう一つは、社会や周囲の圧力にはもう耳を貸さないで、もう自分で決めましょうと。もうすでにそうされている方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、誰に何か言われたとかっていうことをもう気にする場合ではないので、ここを気にせずにおきましょうと。で最終的に、扁桃体に、委ねてですね、扁桃体の方が愛する気持ちが強いんだということであれば、その愛着の方に、進んでいけばいいし、いやこの親は何しでかすかわからないからっていうことで距離を置きたければ、距離を置く。その愛着の方も恐怖の方も、扁桃体が、分かってというか握っているところなので、前頭葉を絡ませずに、心に聞いて判断をしていく、自分の感情に任せるっていうのが私の、考える、今できる対策ですね。で将来的には、この病気のその正体がだんだん分かっていく中で、薬が開発されたりとか、治療法ができたりとかっていうことは、あり得ると思います。ただそれが、いつやってくるかはわからないので、今できる対策としてはこういうことがありますよということで、お話をさせていただきました。で、この説明の内容では、ピンとこないという方も、たくさんいらっしゃると思うので、パート1の方で、ヒーリングメッセージという形で、私が、今思っているようなことを、言葉でお伝えをしております。最後になりますが、私がこういうその線維筋痛症に興味を持って、調べてみたいとか思っていた時に、SNS の呼びかけに応じていただいて、実際に会っていただいた方々が、いらっしゃいまして、この場を借りてですね、たくさんの情報をいただけたことを、感謝を表したいと思います。ありがとうございました。以上になります。